全部肉だ。今向かっているのはスマトラ島の東にある食料なしの無人島。水もない、服も靴も持っていない。10日間一人でサバイバル挑戦。無人島はジャングルほど資源がない。だから今回の挑戦は正直自信がない。3時間の船旅を経てついに無人島に到着。遠いわけじゃない。ただ船が遅すぎた。ついに島に降ろされた。季節的には最悪だ。風と波が強い。もう秋に入った。危うく海に落ちるところだった。撮影と発電器具の他に少しの薬だけ。他には何もない。服も靴もなし。薬もほんのわずか。消毒液、抗生物質、下痢止め。最初の任務は水探しだ。水がなければ生きられない。水の大切さは言うまでもない。この状況では砂浜から離れるしかない。暑くて焼けそうだ。島は平坦で山もない。淡水は望めない。だがヤシの木は多い。実もたくさん。ヤシの木だらけだ。でも高すぎて届かない。岩に慣れた実が落ちていた。完熟のココナッツだ。自然に落ちたもの。水分もある。ナイフも道具もないから割るのは一苦労だ。なんでこんなに硬いんだ。やっと割れた。最高にうまい。ココナッツは本当に最高だ。水も飲めて果肉も食べられる。もう噛めない。やめた。キャンプ地を探そう。ヤシの木の下だけは絶対ダメだ。ここでは誰も取らないから。実はこなすと自然に落ちる。葉っぱも同じだ。落ちれば怪我するほど重い。命をかけるならヤシの下でもいいけどな。やばー。ネズミだ。でもこの場所は悪くない。地面は平らで開けている。周りは低い茂み。大きなヤシもない。ここに決めた。どんなジャングルでも地面を片付けるのは必須だ。少しでも快適に寝るために虫対策にもなる。地面を片付けて骨組みもだいたい組めた。でも今日は屋根までは無理だ。太陽が沈めばすぐ暗くなる。涼しいなあ。気持ちいい。ちょっと座って休憩。この無人島本当にきつい。電波もない。夜が明けた。また眠れない一夜だった。小さな虫が多くて体中を少しずつ噛まれる。本当に厄介だ。海南じゃ貧乏虫って呼ぶらしい。刺された後は本当にかゆい。赤い点が一つ。水ぶくれはしない。でもかゆみが残る。太陽が昇る前にヤシを割って水を飲む。ついでに食料も探そう。エネルギーを補給して古い小屋を壊す。昨日残したヤシ肉全部なくなってた。多分ネズミだ。
跡形もなくきれいに食われた。でも、ヤシの水分で少しは満たされる。ただ、古いヤシは、新しい実みたいな甘さはない。バイ貝を一つ発見。でかくて太ってる。二つの目でじっとこっちを見てる。肉も分厚い。すごい。少し生臭い。わさびと醤油があれば最高だな。焼いて食うのもありだ。おい、降りろ。この岩場には小さい貝が多い。まさかこんな大きなグーソトまでいるとは。ふぅ、さすがに肉厚だ。でかいだけある。一口試す。食後、砂浜でロープを拾った。シェルターに使える。火を起こせそうな電球も2つ拾った。新しいシェルターを作る決意。周りにある材料だけで組み上げる。3面を壁にして横木を1本渡す。刃物は持ってない。今は半分傾斜のシェルターが最適だ。現地調達。枯れ木でフレームを組む。落ちたヤシの葉を敷いて屋根にする。シンプルで早い。ようやく完成だ。かなり広い。3人は寝られる広さ。でも暑すぎる。喉が焼けるようだ。ヤシを拾って渇きを癒そう。生活はその後で考える。中の水を見てみよう。おっと、こぼれるなよ。ココナッツの殻の繊維、結構細かいな。火起こしに使えるかも。やばい。潮が上がってきた。シェルターもできて、水も足りる。次は、火だ。電球がある。これに海水を入れて、レンズの原理で太陽光を集めれば火がつくはず。でも一つ忘れてた。シェルター作りに半日かかった。もう午後だ。日差しが弱い。火は起こせなかった。少しでも快適に過ごしたい。日が無理なら夜の寝床を探すしかない。シートを見つけた。これを敷いて寝よう。悪くない選択だ。結構大きい。元は袋だったみたいだ。本当にでかい。人がすっぽり入る大きさだ。少し破れてるけど敷けば十分快適に眠れそうだ。よし、寝床完成。一人にちょうどいい広さだ。暗くなる前にココナッツを割ろう。夜の水分補給だ。おお、悪くない。寝心地いいぞ。この布が何かはわからないが、袋だろう。
丈夫なら寝袋にもなる。半分しかないのが残念だ。でも、十分助かる。下に敷けば、地面に直で寝るよりずっと快適だ。おはよう。3日目だ。3日目だ。噛みつく虫が、まだ多い。小さくても本当に厄介だ。こんなに小さいのに。血まで吸う。今日は絶対に火を起こす。そうしないと、虫が多すぎて夜眠れない。よし、これで火がつけられる。貝がいっぱいだ。ほら、簡単に取れる。大きいのを持って帰って。小さいのは残す。1食分は十分だ。ここはちょっと掘れば山ほどある。太陽が強くなるまで待って。焚き火で昇降。今ちょうど日差しがいい。ここは光がよく当たる。この日光で火をつける。よし！着いた！母は、これがあると本当に便利だ。火があるって最高だ。やっとまともに食える。今回火がついたのはココナッツの殻のおかげだ。ちょっと火がつくと、ずっと燃え続ける。細かくて使いやすい。本当に便利だ。今までで一番の加工だ。開いた貝はもう食べ頃だ。見ろ！この字！そのまま食べる。海水で焼けて、塩気が効いてうまい。これは雲海の焼き身だ。生徒焼きでは全く別物だ。香ばしくて最高にうまい。新鮮なココナッツが飲みたい。でも取れない。日差しが弱まったら、外に出て、浜辺で使えるものを集めよう。今、出るのは、賢い選択じゃない。日焼けでやられる。ここは物が多いな。うわ、使徒かと思った。こっちはマングローブか？いや違う、不思議な森だ。この木々は本当に奇妙だ。国内じゃ見たことない。わー。しまった。この島、意外と広い。地図で見たけど、本当に大きい。
想像以上だった。大きな砂ガニだ。これは本当にでかい。お、鍋まである。行き止まりか。役立つものはあまりない。せいぜい瓶一つ、鉄の棒一本、壊れたものばかり。風にさらされて。戻ったら火が消えかけてた。危ない。消えたら困る。カニを昇降。逃げるなよ。よーし。味噌まで詰まってる。生きる条件は揃った。これから全力で食料探しだ。もっと快適に生きるために。もう言うことはない。明日も頑張ろう。焚き火があると全然違う。虫も一気に減った。ああ、最高だ。また快晴の一日。来てからずっと晴れ続き、朝から晩まで太陽だ。ほら、ネズミの跡だらけ。残念ながら罠がない。材料も乏しくて作れない。まず水分補給して食料を探しに行こう。ネズミも悪くない食料だ。捕まえられるか試してみる。お、青いココナッツ。まだ若い実だな。でももう慣れてる。ほら、黄色くなってきた。こんなに水位が高いのか。木がすっかり沈んでる。探索モードに切り替えよう。役立つものが拾えるかも。罠でも作ろう。この島は広い。昨日は半分も回れてない。もう少し歩いて使えるものを探そう。これはいいものだ。魚槍が作れる。魚槍は簡単だ。問題はゴーグル。目を守らないと海底が見えない。だがゴーグルは材料がなくて作れない。防水が必要だからな。とりあえず保管だ。他の用途もありそうだ。このカゴはいい。ほとんど壊れてない。いい考えが浮かんだ。このカゴと鉄線とペットボトルでネズミ捕りが作れる。十分だ。十分。今から罠を作ろう。なんとか形になった。まあまあの出来だ。鉄筋を熱して穴を開けた。
ネズミ捕り完成。仕組みはシンプル。テコの原理を使う。ここが入り口だ。ネズミが入って餌を食べ終えると戻ろうとした瞬間、自分の重みで瓶が落ちてくる。一気に塞がる。隙間は指一本ほど。そこからは抜け出せない。逃げ場はない。このココナッツを餌にして仕掛ける。ここがいい場所だ。罠を設置しよう。この罠にはかなり満足してる。きっとネズミがかかるはずだ。もうすぐ肉が食える。給水装置も設置完了。海で一泳ぎしよう。ついでに体を洗う。夕飯用に貝も拾ってくる。ああ、最高だ。悪くない。よーし。罠に獲物が入ったか見に行こう。結構長いこと出てたしな。この森はネズミだらけだ。まだか。やっぱり警戒してるか。くそー。仕方ない。貝を焼いて食おう。なかなかうまい。明日の朝こそ肉を食いたい。寝るか。今、俺はスマトラ島東の無人島で生き延びている。風も波も潮も荒れ放題。物資もほとんどない。ここ数日は貝とココナッツでしのいできた。だから昨日、ネズミ捕りの罠を作った。今日は成果があればいいが。さあ、罠を見に行こう。何かかかってるか？ダメだ。いや、ゼロ。捕まえ損ねただけだ。瓶が噛み破られてる。でっかい穴まで開けられた。どうやらこの罠は頼りにならない。見ろ、この穴の大きさ。元の瓶口はこんなだったのに中身も全部逃げちまった。本当にきついな。ネズミ一匹すら捕まえられない。潮の流れも乱れて海の幸を得るのも難しい。厳しい状況だが、俺は生き抜くため全力を尽くす。無人島に来た目的は忘れない。俺は生き延びられるって証明したいんだ。太陽が昇ると森の小川に生き物が現れる。釣れるか試してみよう。虫があれば楽に釣れるんだが、今は虫がいない。だから昨夜食べた貝、内臓を餌にする。こうして紐にくくりつけて、匂いが出てきた。食いついてくれるといいが。よし、餌は準備完了。早速試してみる。釣れるかな。おお、この小川なら釣れるけど、網みたいな道具がないから、釣ってもすぐ逃げられる。素手じゃ絶対捕まえられない。やっぱり何か道具が必要だ。釣ったトカゲを入れられるように、このバケツを捕獲道具にしよう。前に漂流物を漁った時見つけたんだ。でも拾わなかったやつだ。この桶でトカゲを捕まえるのが一番だ。まずは開けないと。ナイフがないから、力任せでやっと半分に割った。ふう、やっと開いた。道具を作り終えたら太陽は真上。気づけば森のトカゲは減っていた。
暑すぎるんだろ。釣りも全然ダメだ。ネズミもダメ。魚もダメ。潮が引くまで待つしかない。引いたら貝でも拾おう。今日はそれで終わりだ。危ねえ。逃げられるとこだった。小さなジェリー一匹。やっとの収穫だ。でも、小さいな。ほら、見てみろ。もう罠を3つ壊された。これも、これも、これもだ。かじられて、全部壊れた。でも、捕まえたのは、ここだ。まあ、腹の足しにはなる。火にかけて焼く。よし。獲物ゲットだ。意外と太ってる。肉好きいいな。いい感じに焼けた。うまそうだ。さあ、ネズミを焼いてみる。もう食える。試してみよう。悪くない。でも心のハードルは高いな。だって、相手はネズミだぞ。それでも、もうすぐ食べ頃だ。うん。なかなかいける。ちょっとパサつくけど、意外と、うまい。味は何に近いかな？鶏肉に似てる。ちょっと似てるな。まだまだ全然足りない。この林に罠を仕掛けないと小動物を捕まえられるかもしれない。この無人島の森は結構広い。何かは得れるはずだ。このロープ結構丈夫だな。十分いくつも仕掛けられる。ちょうどいい場所を探そう。ここに獣道を見つけた。何の動物かはわからない。でも、この道に仕掛ければいい。ここから曲がって、あの辺りまで続いてる。葉っぱでカモフラージュする。事前に見せないとな。両側の隙間を塞いでおこう。横を通られたら意味ないからな。よし、足つり罠が完成だ。他にもいくつか作ってみよう。半日近く動きっぱなし。ようやく罠作りは終わった。首吊りも足吊りも準備完了。肉が食えるかはこいつら次第だ。潮の動きめちゃくちゃすぎる。太陽が沈んでもう暗くなってきた。今日も遠いが高いままだ。でもまだ救いはある。こういう小さな貝がいる。小さいけど食べられる。おお、身が厚いな。
はあ、本当にきつい。考えられる食料の手段は全部試した。ネズミの罠は全然ダメ。トカゲも釣れない。海は潮の動きが乱れてる。満ち引きの時間も安定しない。食料を手に入れるのは本当に難しい。今日仕掛けた罠にかけるしかないな。今日は少し早起きした罠を見に行く。いつも逃げられるからな。危うくまた逃がすところだった。こんな大物を。今日は頭を使って早めに来たのが正解だ。外は香ばしく、中はジューシー。いただきまーす。もも肉だ。悪くない味だ。俺は何を食ってるんだろうな。まあ、どういうか、全然癖がない。淡い肉の香りだけが広がる。かなりうまい。相当いける。普通なら誰も食べないだろう。気持ち悪いしな。でも仕方ない。生きるためだ。狩猟トラップを確認しに行こう。何か取れたかも。首の罠が作動してる。でも何もかかってない。他のも見てみよう。おっと、足の罠も作動してる。でも何も捕まってない。これも作動してる。一体何なんだ。ネズミの仕業か。体に水分を補給して罠を元に戻す。これでまた肉が食えるはずだ。よし、復旧完了。海辺を見に行くか。また大きな群れだ。潮が森のそばで迫ってる。本当にすごいな。海の食料は手に入りにくい。だから島で力を尽くすしかない。ネズミ捕りは全部噛まれて壊された。ペットボトルを集めて罠を作り直すんだ。ネズミが多いな。捕まえられれば食料になる。全部かじられてた。よし、罠を作り直した。これからはもっと頻繁に確認だ。朝はできるだけ早く。ボトルを噛まれて逃げられる前に。細穴を設置完了。さらにもう一つ作ろう。このバケツで魚も釣れないしな。ならこれを使う。浜辺へ持って行ってサワガニ用の罠にする。海を見てるだけで頭が痛い。風も波も強い。潮も高い。ここに決めた。作る時の注意は潮のラインから離すことを。見えるだろう。潮が一番高い位置はここだ。この辺りの砂に仕掛ければ罠は大丈夫。さもないと草が育って罠ごと飲まれる。こうしてうずめればいい。餌はなし。夜になるとカニが砂浜を走り回る。何匹か落ちるはずだ。ココナッツの果肉で腹を満たす。実は栄養価が高い。脂肪とタンパク質、糖分とビタミンもある。幸いこの島にはココナッツが多い。落ちてるのも豊富だ。水の心配はない。割るのが少し大変だけどな。
朝一番、またネズミを捕まえた。しかも結構でかい。とりあえず、置いとこう。先に、狩猟罠を見に行く。毎日、ネズミじゃ嫌だしな。ああ、やっぱりダメか。獲物なし。獲物なし。作動しても何もかからない。一体何が罠を踏んでるんだ。やっぱりネズミか。この辺りで一番動き回ってるのはネズミだ。仕方ない。次はカニ罠を見に行こう。何か取れててくれよ。一匹、二匹。おい、見ろこれ。大きくはないが、肉は少しある。よし、袋に入れろ。ポケットに突っ込んで。よし、もう一匹。ヤシも二つ拾って帰る。今日はココナッツシチューを試してみようと思う。よーし。これも悪くない。水分たっぷりだ。お前ら二つで決まりだ。ヤシの木を使って準備だ。よし、鍋にかけろ。煮込み開始。漏れた漏れた。なんで漏れるんだ。ちょっと誤算だったな。仕方ない。鉄板で昇降。錆だらけだから使いたくなかったのに。思ったより早く割れたな。殻が。その間に軽くつまもう。そろそろだ。もうすぐ食える。鍋の中で細かい油の泡が浮いてる。綺麗だな。よし、取り出して冷ます。味見だ。昼飯は肉の缶詰だ。よーし。いいな。味はかなりいい。スープも飲んでみる。このスープ甘いぞ。ココナッツだからな。果汁には糖分が入ってる。見ろよ、この大きな肉片。やっぱり煮込むとうまさが際立つ。気持ちいいな。まさか想像もしなかった。今じゃネズミが主食だなんて。でも仕方ない。この無人島では一番手に入りやすい食料だからな。こいつらは島中に溢れてる。腹を満たしたら次の大事なこと。もっと食料を得るために食べ残したネズミの骨や内臓をヤドカリの穴に仕掛ける。よし、これで行こう。仕掛け完了だ。次は罠を修復しに行く。足掛けと首吊り罠だ。無駄なく使い切ったぞ。いや、無駄にできない。この無人島ではできる限り食料を確保しないとな。見ろよ、この肉の厚さ。10日間サバイバル。どんな気分か知ってるか。この間食料を得るために思いつく方法を全部試した。それでも成果はいまいちだった。ついに9日目。罠を見に行こう。今日は9日目。そして最後の日だ。もうネズミは勘弁だ。なんで毎回かからないんだ。うわー、なんだこれ。でかいトカゲ。やった、罠に大トカゲがかかった。しかも生きてる。やばい、こいつ油断できないぞ。
噛まれたら、毒蛇にやられるのと同じだ。肉食だからな。薪をもっとくべよう。すげえ、まるで鶏肉みたいに熱い。2日は余裕で食える。まさか捕まえられるとは。森で見かけても、普段は足が速すぎて捕まらないんだよ。反応する前に、もう遠くへ逃げられてる。この暑さはきつい。少し離れて座ろう。じゃないと耐えられない。焼けた。しっかり火が通った。さあ、味見だ。わっ、いい匂いだ。少し炙り気味にした。しっかり乾くまで焼かないとな。本当に香ばしい。腹いっぱい。最高だ。後ろ足2本と尻尾を食った。尻尾の肉が特に熱い。もう十分満腹だ。少し休もう。太陽が沈むまで涼しくなるのを待つ。それから浜辺へ景色を見に行こう。今日はこれで終わりだ。明日船が迎えに来る。俺の挑戦も完結だ。太陽が沈むぞ。行くぞ。夕日を追いかけるんだ。最高だな。気持ちいい。肉があるだけで幸せだ。本当に最高の一日だ。腹を満たして夕日まで見れた。美しすぎる。ぐっすり寝よう。明日ここを去るんだ。よーし。今日は出発の日。昨夜は本当によく眠れた。
腹いっぱいでぐっすりだ。軽く朝飯を適当にかじって片付けて出発しよう。荷物まとめて準備完了だ。もう残りはない。去るときは火を完全に消す。危険を残してはいけない。シェルターはそのまま放置だ。いずれ自然に崩れるだろう。帰れると思うとワクワクする。さあ、戻ろう。うまいものを食べたい。来た。船が来たぞ。今回の無人島サバイバルはこれで終了だ。また次回会おう。見てくれてありがとう。